もともと私はとても片付けが苦手で、常に散らかった部屋に暮らしてたんです。1ヶ月間海外で暮らした時にトランク1つ持って行って、その中に入る分だけの洋服と靴と、あと日用品だとかで1ヶ月暮らしてみて、その期間がものすごい楽だったんです。私にとって白って究極の色だと思ってて、ミニマリズムを追求する過程で禅の思想っていうところにたどり着く部分があって、僕の祖母もちょっと癌が見つかってしまいまして、そもそも就活って何かちょっと教えていただいてもいいですか？はい。私は早く取り組めば取り組むほどいいと思ってて。20代の4人に1人はもう就活を始めてるみたいなんですね。こちらがガイドブックになってまして、使い方、各種シールをどんな風に使うかとか、どんな年代の方でも、もしもがいつ来るかなんてわからないし、ミニマリストになれば生前整理のもう半分は終わってるみたいな。終わりの準備をすると、生きてる時間がさらに輝くなっていうことで。皆さんこんにちは、リキトです。ということで、今回は、僕がいつかお会いしたいなっていうふうに思っていた、ミニマリストの一人である、エリサさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ということで、もうエリサさんといえば、もう本当にね、僕がもう6年、7年ぐらい前からずっと拝見していたミニマリストの一人であり、もう白いお部屋といえばやっぱミニマリストっていう印象が今ではかなり植え付けられてるかなっていうふうに思うんですけども、おそらくその第一人者だと僕は認識しているんですけども。ありがとうございます。身に余る光栄なお方です。ありがとうございます。ということで、そんなエリサさんに、今日は白いお部屋の魅力であったりとか、あとは最近ね、エリサさんが発信されている就活のことだったりとか、ミニマリストになったきっかけだったりとか、いろいろね、お話伺えればいいかなっていうふうに思ってますので、その点をいろいろね、インタビュー、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。楽しみ。ありがとうございます。じゃあまずインタビューの前に軽くエリサさんの自己紹介、おそらく結構ね知ってる方がほとんどだと思うんですけども、自己紹介いただいてもいいですか？はい。13年ほど前からミニマリストとして発信しておりますエリサと申します。今までブログから YouTube、あと今ボイシーですね。ボイシーという音声配信メディアでいろんな暮らしのことだとか手放すことだとかミニマリズムを取り入れた暮らしのことを発信しておりまして、最近特に興味のあるジャンルは就活となっております。終わりの活動の方の就活です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。もうミニマリスト歴13年なんですね。気がついたらあっという間にこんなに時間が経っておりました。すごいですね。僕も結構ミニマリストっていうライフスタイルは、渋さんの YouTube チャンネルを通じて、最初多分6年、7年前ぐらいに、リサさんのルームツアーっていう動画で、僕も拝見させていただいてから、おそらく彼と僕が6歳ぐらい離れてるんですよ。なんで当時彼は多分24歳で、僕も今24歳で、同じタイミングでエリサさんのご自宅にお邪魔しているってことですごく、光栄なタイミングでお邪魔させていただいてるって形です。そうですね。渋さんと最初お会いした時も確か、リクトさんぐらいの、そうなんですよ。ね、年齢だったと思うから、すごく不思議なご縁を感じますね。そうですね。今のエリサさんのお部屋って結構、禅の思想を感じる。今日もお着物が、すごく真っ白の、すごく素敵なお着物ということで、最近は結構禅の思想とかも取り入れられてるって感じですかね。そうですね。ミニマリズムを追求する過程で、やっぱり禅の思想っていうところにたどり着く部分があって、で自分で禅を取り入れようって思ったわけじゃないんですけれど、自分が実現したいものと禅の思想がすごく重なるなって思った時に、自然と禅をちょっと学んでみようって思ったりするようになった感じですね。なるほど。僕も結構最近京都に行ったりとか、和のテイストすごく大好きだったりとかするので、そんなね、リサさんから今日はたくさんお話伺えればいいかなというふうに思います。ということで、早速、エリサさんに、いくつかね、質問をご用意したのでお答えいただきたいんですけども、まずは、エリサさんがそもそもミニマリストになったきっかけっていうのがあるかなっていうふうに思うので、そのミニマリストになったきっかけっていうのはどういったところから始まったんですか？そうですね。もともと私はとても片付けが苦手で、常に散らかった部屋に暮らしてたんです。でそれはもう幼少期からで、ずっと自分は片付けが苦手だって思い続けて生きてきて、で片付けても気がつくとまた散らかってしまう。もうそれが嫌でたまらないのに、
解決できなくって、でも気がついたら20代になってもそれが続いてるっていう状態になった時に、シンプルライフはどうだろうって最初思ったんですよね。このぐらいすっきりした部屋にしたら、暮らせるのかもしれないと思って少し減らしたんですけれど、でもやっぱりそれはまだ一般的な少ないの範疇で、まだ片付けができないっていう状態からは抜け出せなかったんですよね。で、ある時、短期留学、本当に短い1ヶ月だけだったんですけれど、1ヶ月間海外で暮らした時にトランク一つ持って行って、その中に入る分だけの洋服と靴と、あと日用品だとかで1ヶ月暮らしてみて、その期間がものすごい楽だったんです。少ないもので1ヶ月暮らしていて、そしたら片付けもすごく楽だし、管理するもの少ないから全然散らかってしまうっていうこともないし、ってなった時に、あれ、私このぐらいの量で暮らせるのかもっていうところから、もう極端に減らしてもいいんじゃないかなって。トランク一つの暮らしでは今ないけれど、でもトランク一つで暮らせたんだから、今部屋の中にあるものの多くは必要ないんじゃないかなと思って、多分9割ぐらい手放しましたね。ああ、すごいです。13年前からミニマリスト始めたっていうふうにおっしゃったと思うんですけども、その頃、海外留学されてた頃から、もうミニマリストっていう言葉は認識されてたって感じですか？最初はシンプルライフっていう言葉しか知らなくって、で、魔法使いのシンプルライフっていうブログをやってたんですけれど、それこそトランク一つの暮らしってなると、シンプルライフよりもさらに進んだ部分で、どんな暮らしが自分に合ってるのかっていうのを模索してた時に、ミニマリストっていう言葉に出会って、確か何で最初に知ったのかな、ちょっとはっきり思い出せないんですけれど、でもシンプルライフよりももう一歩踏み込んだもっと少ない暮らしを試してみようって思ってどんどん減らしていった結果、あんなに片付けが苦手で気がついたら常に部屋が散らかってしまうっていう暮らしをしていた私が、今このぐらいの片付いた部屋を13年キープしております。一回も散らかってない。でも僕ももともと片付けれるタイプだったかって言われたら、そうじゃなくって、なんなら結構中学生ぐらいの時期にすごくディズニーのトイストーリーってご存知ですかね？わかります。僕すごく大好きで、なんならもう将来的には、家中もうほんとトイストーリーグッズで埋め尽くしたいぐらいの欲求があるぐらい、どちらかっていうと、片付け、めちゃくちゃ散らかってるわけではないけども、結構収集癖がある。結構男の子なんでね、コレクター気質があったりとかすると思うんで、そういう人でも一つのやっぱきっかけでこういったすごく洗練されたミニマリストは本当に何もない空間を維持できるっていうのはすごく通ずるのかなっていうふうに思ったので、ちょっと共通点をありますね。見つけました。ある意味今、白コレクターみたいな部分もあるじゃないですか。ね。なので、ミニマリストってコレクションしないとか、物を持たないと思われがちだけど、好きなものにはとことんこだわるっていうところもミニマリストらしさだと思ってるから、そういった意味で言うと、トイストーリーからただ単に白いものに移動して、リクトさんが何かにこだわりたいっていう思いは、ちゃんと幼少期から受け継いでいらっしゃるのかなって思いました。確かに。その点結構今でもコレクター気質なところは根本的にはあるのかもしれないですね。一つ一つのものにこだわり持ってらっしゃるし、そこがいいと思います。あとちょっと質問として、物がなくても幸せだなっていう風に感じた頃っていうのはいつ頃なんですかね？多分、物以外の価値を強く感じた時ですね。海外留学もそうだったけれど、一度部屋のものをどんどん減らして、で部屋がガランとしたんですよ。一般的に言ったら、ガランとした何もない部屋なんだけど、でも私にとっては空間が生まれたって感じがしたんですよね。空間があるって。空間が生まれた。そう、ある。自由に動くことができる。散らかってる部屋だと、例えばストレッチしようと思っても足をくっつけたりするし、それこそラジオ体操のような動きをしようと思った時に、いろんなものにガシャガシャぶつかってたんですけれど、体を思いっきり伸ばして動けるスペースが生まれたって思った時、多分ね、物以外のものを手に入れた感覚が自分の中にズンって生まれたんですよね。だから、物が少ないとか、何かがないって言われることもミニマリストとしては多いんだけれど、あるんですよ。物じゃないものをすごく持ってる感じが今してます。なるほど。確かに僕、その感覚は確かに根本的にはあったんですけども、なんか常日頃から生まれている感覚ではなかったので、さすがエリスさんのお言葉だなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ということで、続いて2つ目の質問なんですけども、
エリサさんといえばもうこんな感じでもう本当に真っ白いミニマリストとしてずっと発信されてるかなっていうふうに思うんですけども、こういう真っ白い部屋に、エリサさんが着目した理由っていうのはどういったところからあるんですか？そうですね。気がついたらなってたってところは大きいんですけれど、私にとって白って究極の色だと思ってて、全てを統合したら白になる。光の三原色って全ての色を合わせると白になるんですよね。で、結構白ってない色って思われるんだけど、私にとっては全てが揃った色みたいな感覚があって、何か一つだけ、どれか一つだけ色を選ぶとしたらどれにするだろうってミニマリストになった時思ったんですよね。やっぱり物選びの時もそうだし、部屋選びもそうだし、少ないもので暮らすからには汎用性の高い色を選んでいく必要があって、でその時に最終的にこの色だなって一つ決めたのが白でした。で多分深層心理も影響してると思う部分があって、例えば何かの始まりとか、誠実さとか、そういった心理状態、新たな人生をスタートしたいみたいな気持ちになってた時期でもあったので、そういった現れとしても白を選んだのかなっていう気はしてるんですけれど、究極の色ですね、私にとって。なるほど。どれくらいの時期からこういう真っ白のお部屋に住み始めたんですかね？最初物を減らし始めた時は、まだいろんな色を持っていて、でそこからどんどん絞り込んで、まず物の数が最小限になったんです。でそこから今度はこの最小限のものを置き換えていくっていう作業になってきて、より自分の好みのもの、自分がときめけるもの、自分がしっくりくるものに置き換えていった結果、白がいいなって思うことがすごく多くって、で気がついたら置き換わってた。で多分対外的に見て、リクトさんとかが私の発信をご覧になって白って思ったのは、部屋を移ってこの床の白い部屋に引っ越しをしてからだと思うんですけれど、でも私の中ではグラデーション、徐々に白に置き換わっていったっていう感覚があります。なるほど。結構ね、今もミニマリストの発信者の方も含めですけども、ミニマリストじゃない方にも白いお部屋に憧れてますとか、白いお部屋といえば結構ミニマリストっていう、僕のコメント欄とかでもね、よくちょくちょく見るので、その原点といえばもう僕の中ではエリサさん。わー、光栄ですね。もうその第一人者からすごくね、白のお部屋の魅力っていうのを伺えてすごく嬉しかったです。あとはですね、この白い空間ならではのメリットとデメリットあるかなっていうふうに思うんですけども、白いお部屋だけのそのメリットっていうのはどういったところにあるか伺ってもいいですか？白って光を一番反射してくれる色だと思うんですけれど、だからこそ北海道ってすごく日照時間が少ないんですよね。日が出てる時間が少なくって、半年間冬ですからね。そうですよね。そうなんですよ。確かに。僕普段福岡に住んでるから多分全然違いますよね、気候とか。そうなんです。半年間冬の中で、やっぱりその期間は曇りの日が多くって、日が入らないってなった時に気持ちが落ち込んでしまうような、どうしても日光を浴びないと気持ちが落ち込みやすいってよく言われてるんですけれど、そういった面を補ってくれる色だと思ってて、床が白い、壁が白い、カーテンも白い、白がたくさんあることで少ない光を部屋の中に反射させて、でそれはすごく精神状態にも影響してると思ってます。それはね、すごく白の持つ効果だと思いますね。そうですよね。ただお部屋が真っ白っていうわけじゃなくって、光をやっぱちゃんと反射して、その効果で、もっとお部屋がさらに明るくなって、部屋全体を広く見させる効果があるっていうのは、エリスさんの発信を見て僕もすごく気づけた部分があったので、なるほどなっていうふうに思いました。逆になんか白いお部屋に住んでみて、これはちょっと難しいなというか、なんかデメリットに思えた部分ってあったりしますか？あります。リクトさんがファッションの話で確かしてたと思うんですけれど、白って汚れが目立ちやすいって話あったじゃないですか。カレーとかスパゲッティ、パスタが跳ねるとかね。それと同じように部屋の中でもやっぱり汚れがすごく目立ちやすい色でもあると思うんです。ってなった時に白だと不便だなって思うところもあったりして、そういった面では、例えば今こちらこの自テーブルに第二石柄が入っているんですけれど、真っ白だとちょっとの埃がすごく目立ってしまうところ、模様が入ってると若干目立ちづらくなったり、あとは全部真っ白で統一すると私すごく目が悪くって、夜暗くなってくると境目が
白と白だと境目が見づらくなったりすることあるんですけれど、そういった時に白だけでは不便だなって感じる面がありまして、なので最初全部白で揃えたいなって思ってたんですけれど、今はあえて、例えば今座っている置きたたみが少しベージュ系、グレージュだったり、格子窓を自分で作ったんですけど、あちらの窓の枠も黒を入れたり、ちょこちょこと黒い線を入れてまして、そう、白い面と黒い線を組み合わせることで、白が不便と思う面を補って、それでいてでも白っていう印象を残したまま不便さを解消したっていうところがあります。ああ、なるほど。確かにもう全面真っ白すぎるとなんかちょっと眩しいなというかちょっと刺激的になるかなっていうふうに思うんですけど、確かにエリスさんのこの空間来て思ったのは、ちょっと白とのちょっとしたコントラストというかうまく使い分けられてるなっていうふうに思ったので、僕も確かにそういったところはちゃんと取り入れていってみたらすごくいい空間にもっとなるんじゃないかなっていうふうに思いましたし、ただ単になんか真っ白すぎるだけじゃなくて、やっぱりちょっとした変化というか、緩急というか、そういったコントラストの使い分けをすることによって、こういう感じの空間を作ることができるっていうのはすごく学びになったんじゃないかなっていうふうに嬉しいです。やっぱり白にこだわりのあるリクトさんだからこそ、結構気がついてくださるんだなって思って今、そうです、白大好きなので、白についても延々と語れる自信があとは結構白いお部屋って結構汚れやすいってところあったかなっていうふうに思うんですけど、個人的にそのデメリットをメリットとして置き換えるのであれば、汚れやすいからこそ、すぐ掃除しようっていう。それあります。あります。なんか、ハードルがすごく逆に低くなるというか、そういうところは、デメリットでもあり、メリットでもあるのかなっていうふうなことをちょっと思いましたね。私も思っております。そう、白い床だと、例えば髪の毛一本落ちていても、気になってしまうから大変っていう捉え方もあるけれど、だからこそ、すぐに拾うようになって、で、結果的には、汚れる前に片付ける、汚れる前に掃除する、ぐらいの感じで暮らせてます。僕もね、すごくそこはね、なんか、負け惜しみみたいに聞こえるかもしれないけど、逆にそのデメリットもメリットなんだよっていうことをね、ちゃんと伝えたいなっていうふうに思ったので、共感です。よかったです。ということで、続いて3問目の質問で、ちょっとね、僕今日ここがすごく聞きたかったことなんですけども、就活についてなんですけども、今ね、僕が今ちょうど20代、24歳になった年で、僕の祖母もちょっと最近ちょっと癌が見つかってしまいまして、僕そんなに親戚付き合いも多くはないので、あんまり人間のその最後の瞬間についてあんまり考えることがあんまり多くなかったんですよね。で、最近結構そういった、就活っていう部分にちょっと向き合う時間がすごく多くなってきまして、エリスさん自身も、就活についていろいろとね、発信されてるってことだったので、ちょっと僕もいろいろと勉強したいなっていうふうに思いまして、勉強も兼ねてちょっと質問させていただきたいと思うんですけども、そもそも就活って何かちょっと教えていただいてもいいですか？就活は終わりの活動と書いて、人生の終わり、亡くなる時ですね。自分が亡くなる時に備えて生前整理をしたり、あと家族に残したい言葉だとか、連絡網とかですね。そういう必要な情報を残しておくための活動なんですけれど、ただ私自身が取り組んでいて今思ってるのは、終わりの準備をすると生きてる時間がさらに輝くなっていうことで、だからこそ結構就活っていうともう80代、90代、本当にもうすぐ終わりかなぐらいの年代の人が取り組むものってもともとは思われていたと思うんですけれど、私は早く取り組めば取り組むほどいいと思ってて、それこそリクトさんのように20代の方も早ければ早いほどしっかりと書き残すことができるんですよ。どうしても年を重ねていくと認知症になっていたり、あと書くこと自体が辛くなっていたり、あとは何を書けばいいのかを思い出せなくなってしまったり、本当にいろんな面で生前整理だってやっぱり体力必要ですから、そのぐらいの年代になってから部屋の片付けしようって思ったのってすごい体力必要で大変じゃないですか。そうですね。そう考えると早くに行って自分らしい暮らしをして、その上でエンディングノートを常にアップデートしていくというのが理想なんじゃないかなって思うようになりました。なるほど。確かに。僕も結構普段渋さんの動画編集させていただく中で、物を減らすのきっかけとして、就活を早いうちに始めたいっていう風な、きっかけ作りとして物を手放すことを始められる方も結構多かったりとかしますし、
もう就活ってどちらかというと、その定年後にするものっていう風なイメージってすごくあるかなというふうに思うんですけども、結構最近は20代の方でも就活を始めましたって方が結構多くって、最近毎日新聞の記事で見つけたんですけども、20代の4人に1人はもう就活を始めてるみたいなんですね。はい。で、例えば、その記事の中に書いてあったのは、20代の中であれば、もう葬儀はもう6割ぐらいはしなくていいっていう風に思われてる方が結構増えてたりとか、なんかそういった中で、人間のその最後の瞬間を迎えるための価値観っていうのも、やっぱ世代ごとにやっぱ変わってる部分はすごくあるのかなっていう風に思ったので、そういうことを含めてたくさんね、今日ちょっとお話伺えたらいいかなっていう風に思ったんですけども、エリスさん、そもそもその就活に関心を持ったそのきっかけだったりとか、考えるようになったそのきっかけとか教えていただいていいですか？先ほどリクトさんのお話の中に、おばあ様が癌になってっていうお話あったんですけれど、私もすごく近くって、母が癌で闘病し始めた時期があったんですよね。で、その時に母の終わりのことを考えなきゃいけなくなって、でも母のことで考えるのは結構しんどくって、自分の大切な家族が亡くなる時をイメージするのはすごくしんどくって、ってなった時、無意識に多分自分自身のこととして考えるとやりやすいなって思ったと思うんですよね。これは後から振り返ってそうだったなって今わかるんですけれど、で、自分のためにと思って就活を始めて、もう本当に50種類ぐらいエンディングノート取り寄せたり、葬儀会場の見学に行ったりしながら、就活っていうのがどんなものなのか学んでいって、結局自分自身のをエンディングノートにまとめつつ、母のこともある程度把握していって、で、母を看取ったんですけれど、そういった経験から興味を持った面と、もう一つはミニマリストとして取り組む、自分自身がいろんなことに取り組む中で、片付けの延長線上に生前整理っていう言葉が出てきて、で、生前整理をたどっていくと就活に行き着いて、多分ミニマリストをしてる人が結構自然とたどり着く場所なのかなっていう気もしてるんですよね、就活っていうのは。確かにそうですね。最近結構エリスさんが発信された中で、僕としては印象に残った言葉としては、ミニマリストになれば生前整理のもう半分は終わってるみたいな。シムさんとの動画で話してた言葉。いや、もう本当その通りだなっていうふうに思ってて、それこそ僕の、おじいちゃんおばあちゃんの代とかになると、やっぱり結構片付けしたいとは思ってても、なかなかその体力的に結構難しかったりとか、そもそもちょっと物が散らかったまま最後を迎えてしまう方もすごくやっぱ多い中で、こういうふうに僕らみたいに本当にミニマリストのようなライフスタイルを送っておけば、そういった就活のハードルっていうのもすごくね、下がるかなっていうふうに思うので、そこまですごく共感する部分がありましたね。ありがとうございます。もう本当リクトさんおっしゃる通り、私自身もやっぱり就活始めた時に、生前整理はほぼ終わってるなって思えたし、他の方を拝見していても、ミニマリストの方ってあんまり必要ないんですよね。その物的な生前整理っていうのは、もう今必要なものだけで暮らしてるから、それがまさに生前整理の行き着く先だったりするので、就活のうちの生前整理がミニマリストさんはこのくらいもう終わってる。だから就活のすごい重要な生前整理が終わってるような状態なので、リクトさんのような方、もしくはその周りにいらっしゃるようなミニマリズムを取り入れて暮らしている方は、就活にすごく入り込みやすいと思います。取り組みやすいと思います。ですよね。続いてね、このエンディングノート。これ、エリサさんが監修されているエンディングノートのガイドブックになるんですかね。私と、あと、レナゾヒロタンの3人で作ったエンディングノート用のシールとガイドブックのセットになっております。このなんかエンディングノートって具体的にどういうことが盛り込まれているとかお聞きしてもいいですか？基本情報として自分の出身地であったり、住所だとか、あと行きつけの病院だとか、あと持病の有無ですね。そういったもしもの時、例えば自分が意思疎通できない、例えば意識失ってしまってるみたいな時に、自分の命を守るための情報を残しておくものでもあって、また自分が亡くなった時には連絡網としても使ってもらえたり、あと大切なメッセージ、残したいメッセージだとか、必要なパスワードだとか、貴重品の置き場所だとか、そういうのをまとめておけるので、
ある意味、人生の必要な情報をまとめたノートみたいになっていて、で、今私がこちらのノートを書いてどんな風に使ってるかというと、今もちろん私生きてるわけで、まだ必要ないかっていうと、意外とそうではなくって、備忘録としても使えるんですよね。備忘録ですね。これちょっとなんか拝見してもいいですか？もちろんです。こちらがガイドブックになってまして、使い方、各種シールをどんな風に使うかとか、あと各項目、例えば解約処分のお願いっていうページだと、こちらのシールを使いながらどんなことを書けばいいのかっていうことが書いてあります。こちらにシールがありまして、例えばこれは大切な人、自分にとっての連絡してほしい人だとか大切な人の連絡先を書いておくシールで、お好きなノートにこれを貼り付けることでエンディングノートを作るという方式になってます。他には例えば体のこと、手術、病歴、かかりつけ医などなど。こういうのってなかなかね、自分で把握するの結構意外と難しかったりしますね。そうなんですよね。あとはね、解約リスト。万が一の時はここで解約できるとか、このパスワードでログインをしてほしいだとか、そういうことを記しておける解約リストがあったり、このシールを活用することで、自分の好きなノートをエンディングノートにできるというセットになってます。確かになんか僕も最近おばあちゃんがちょっと体調を崩して、やっぱ通帳のことだったりとか、自分でしかわかんない、自分自身しかわかんない、書類だったりとかが、まずどこにあるのか、から始まってくることだと思うので、そういうのもやっぱ含めて、やっぱ意外とこういう情報ってやっぱ残しておくっていうのは、ちゃんとやっぱ必要なことだと思うし、それも年齢問わず、僕のような20代であっても、30代であっても、40代であっても、先にやっておくに越したことはないことなのかなっていうのは感じましたね。そうですね。本当おっしゃる通りで、自分が例えば体調崩してからこういうのを書くの大変じゃないですか。本当に、ただ呼吸するだけでも苦しい時に通帳の置き場所を家族に伝えるだとかってすると本当大変だと思うし、何かあってからそれをやろうとするんじゃなく、いつでも大丈夫なように備えておくことで安心できるし、何か体調崩した時も治療に専念できるし、余分な体力をこういうことに使わなくて済むから、本当に早くに取り組んでおくことが役に立つんじゃないかなって。わかります。なんか僕のおばあちゃんも今そうなんですけど、若干やっぱ言語能力がやっぱ落ちてしまってて、なんか正常な判断が多分できないのがうまく多分作用しないと思いますし、やっぱね、体調崩す前でもおじいちゃんおばあちゃんとかの年になってしまうと、ちょっと認知症が発達してしまって、ちょっと忘れっぽいような性格になってしまったりとかすることが多いと思うので、そういう風になる前からやっぱこういうものをやっぱ記録として残しておくっていうのはすごく大事なことなのかなっていうのを感じましたね。ありがとうございます。リクトさんはお部屋の片付けとか、お部屋の整えることはもう本当にたくさんやってきたと思うんですけれど、そこまで到達したら今度はやっぱり情報の整理に取り組むとすごく便利だなって思ってて、まさにエンディングノートはついついエンディングって聞くから、まだそんなこれ若いんだしまだ先は長いわって思うかもしれないけれど、どんな年代の方でももしもがいつ来るかなんてわからないし、そして自分の生きてる間に何かあった時に自分の命を助けてくれるものにもつながってるので、そういった意味では本当に多くの人が取り組んだらいいんじゃないかなって、備忘録として使ったらいいよって思ってますね。なんか人生何があるかわからないですもんね。ちょうど昨日とか外国の方で飛行機がちょっと追突してしまったりとかっていう事故も、あって、僕もね今日飛行機で北海道来てるので、いつ何があるかもう年齢問わずねわからないと思うので、そういった時にやっぱこういったものを、やっぱりちゃんとやっぱ記録しておくっていうのはすごく大切なことなのかなっていうふうに感じました。すごいですね。なんかデザインも本当にミニマルというか、嬉しい。はい。そうミニマリストの方が好きなデザインになってますね。こちらのガイドブックの表紙は、私自身が部屋にポンって置いておいてもいいなって思えるデザインにして、一般的なエンディングノートのイメージだと、ご高齢の方向けだとかって思いがちだと思うんですけれど、ちょっとおしゃれなノートですね。本当に、エリサさんがもう本当に監修されているガイドブックってこともあって、すごくね、洗練された美しいシンプルなデザインになってますね。嬉しいです。これこだわりとしては、ここにエンディングノートって書いてないんですよね。確かに。日々やスタイルノート、ガイドブックって書いてまして、なぜかというと、自分で買う方はエンディングノートって名前で納得してご購入くださるんですけれど、結構親御さんにプレゼントし
したいっていう声もありまして、そういう時にエンディングノートだと渡しづらいっていう声もあったんですよ。でもこちらだったら大事な情報をまとめておくものだよって、もちろん中には介護のことだとか葬儀のこと、あと人生の終末期医療だとかのことも載ってはいるんですけれど、でも前半なんかは基本情報や履歴とゆかり、自分の歴史を綴る面だったり、あと好きなこと苦手なこととかを書く欄があって、で楽しみながら自分の人生をここに残して、例えばお子さんだとかお孫さんに伝えようって気持ちで楽しく書いていただけるし、で書いた結果、例えばその方に介護が必要になったら、意思疎通難しくなってもご家族がこれを見ながら、おばあちゃん何々が好きだったからじゃあお部屋にこれ飾ってあげようねみたいに気持ちに寄り添った対応ができるコミュニケーションノートにもなるから渡しやすいし、エンディングノートだよって言わなくても渡せるし、ご本人とご家族の暮らしをより温かくしてくれるっていう意味でちょっとこだわって作りました。なるほど。確かにこのねデザインもすごくおしゃれっていうのもそうですけど、はい、エンディングノートだよっていう風に渡した瞬間、もうあなたの人生はもう終わりですみたいな風に捉えかねないですよね。そうなんですよね。だからやっぱこういう風にガイドブックって書いてあげれば、はい、こういうのもあるんだ、記録しておこうかな、置こうかなっていう風に思える一つのきっかけ作りになると思ったので、ありがとうございます。はい、ちょっと僕もこれ早速ちょっと実践していきたいなっていう風に思いました。嬉しいです。お試しください。はい、リクトさんが持っていても違和感のないデザインっていうところが嬉しい。よかったです。ちょっとね、このエリスさん監修されたガイドブックですね、購入できるリンクと下の概要欄の方に貼っておこうかなっていうふうに思うので、はい、ぜひチェックしてみてください。そうですね、僕もちょっと全然ね、就活についてはもう本当にここ1年、2年全く考えてもなかったし、あんまり就活っていうワードがあんまり頭の中でピンと来てなかった部分がすごく多かったので、今回ちょっとエリスさんからたくさん就活のことについてお伺いできてすごく貴重な時間でした。ありがとうございます。じゃあ最後、エリスさんの方から何か視聴者さんの方に一言なんかメッセージか何かいただけますか？はい、私の YouTube が以前ご覧になったことある方、それこそリクトさんが私の YouTube ご覧になってくださったと思うんですが、最近 YouTube 更新ストップしておりまして、その代わりにボイシーという音声配信メディアで毎日のように話をしてますので、もしご興味のある方はボイシーの方をお聞きいただけたら嬉しいです。ぜひぜひ。結構ね、ミニマリストの方、音声、ラジオ配信とかってすごく相性いいと思ってて、何かね、片付けしながらとか、家事しながらとかね、すごくいいと思いますし、エリスさんね、すごくお話もすごく上手なので、はい。ぜひね、ラジオがてら、エリスさんのボイシー、下の概要欄の方にも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、今回は、僕がね、大尊敬する、ミニマリストの方であるエリスさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。